は京都で1泊2日旅。たくさん歩く予定なので新幹線で朝ごはんも食べ、京都駅に無事到着。平日の午前10時、人が多くバスを乗ろうとしたけど人がやはり多すぎて乗れませんでした。タクシーで目的地まで移動。この日の京都、最高気温37度近い猛暑日です。目的地の建仁寺に到着しました。少し歩いて建仁寺の中にある達中寺院である両側院へ、今回事前に特別拝観に申し込んでいました。事前に申し込むと本堂など自由に見れることができます。お菓子は京都の人気のお菓子屋さんとコラボしたジェラートをいただきました。夏日が差すお庭をジェラートをいただきながら眺めることができました。パリで一つ星を獲得したシェフのアトリエのスイーツ、口コミでも大人気なお店のスイーツをいただけるのはとても嬉しかったです。ジェラートの味は柑橘の爽やかさと和の感じが合わさってまるで食べる香水。夏の暑さはさっぱりとしたジェラートとともに広がるお庭を見る至福のひとときを過ごすことができました。45分間自由時間がありましたが、両側院は思っていたより広い。撮影 NG の場所もあるので、もし気になった方はぜひ行ってみてください。今御朱印を集めているのでこちらを購入しました。ランチを遅めに予約していたので、それまで街を散策。外にいる間は日差しがすごいので、サングラスに帽子、日傘と最大限の防御。商店街のコロッケはついに食べてしまいます。東山駅まで歩いてきました。建仁寺から徒歩20分くらいでした。白川橋の近くにあるレストランタンへやってきました。こちらのお店は京都の料亭和伝が行っているカジュアルな和食をいただけるお店。一品目は3種のウリのごま和え。ごま和えと書いてありましたが、見た目や味は白和えっぽい。3種のウリの歯ごたえが楽しい。そしてメインの鮎の燻製天ぷらに夏野菜と桑麺を使ったお料理。京都の夏野菜が素揚げされていました。スープにはトマトのジュレも入っていて、日頃野菜不足の私たちにはありがたい。牛肉と山椒の丼物ランチも美味しそうでした。人気なので予約することをおすすめします。歩いているだけで歴史的建造物に指定されたお店が出てきたり、新しい建物が出てきたり、散歩しているといろんなお店が出てきて楽しい、そんな京都の街。こちらオーガニックスーパー、食品やレストラン、ワインバーなど、それ以外にも京都のお土産など豊富な品揃えでした。こちらの建物4階からはホテルになっていました。スーパーでお酒やおつまみを買って部屋で晩酌するのも楽しそうです。京都ならではの食品もたくさんありました。お土産で買ってみたい。1階のフードスペースでワインをいただくのも良さそうです。おつまみの種類もとてもいいラインナップでした。外はまだ明るいですが、時刻は18時。夕飯は
こちらでクラシックな中華をいただきます。洋館は大正15年に建てられたそう。エレベーターは現存する日本最古のものだそうです。今回は個室に案内されたのですが、窓から鴨川や南座が見えていい景色でした。一品目は前菜の盛り合わせ。湯葉があったりと京都らしさを感じました。お酒を飲む人にはこれだけで何杯もお酒を飲めそうです。フカヒレのスープとエビ団子と春巻きの揚げ物。スープの量も多くて満足度が高かったです。次の食事を待っている間、部屋を見ているだけで楽しい。酢豚と撮影し忘れましたが、エビチリもいただきました。そしてこの水餃子、小籠包並みに肉汁がたっぷり。コースにはなかったですが、追加でチャーハンも。どれを食べても美味しいので、次回は4人ぐらいでいろいろ頼んでみたいと思いました。デザートは杏仁豆腐と揚げ餅でした。こちらも美味しかったです。全体的にかなり満足度が高いお食事でした。絶対にまた行きたいなと思う、そんなレストランでした。私はお酒が好きなのですが、京都にもお気に入りのバーがあります。前の動画でも紹介したバーロッキングチェアです。こちらはウイスキーを使ったカクテル。海外のお客さんが多く、ジャパニーズウイスキーが人気なようです。お酒入りの生チョコレートと2杯目にスイカのカクテルをいただきました。翌朝、京都旅2日目の朝です。カフェでコーヒーを飲みたいので、いい雰囲気のお店を探し回ったところ、鴨川沿いの町屋を改修したカフェにたどり着きました。シェアスペースだそうで、日によって内容が変わるみたいです。こちら、今回は433というカフェのお店になっていました。朝から鴨川を眺めつつも、美味しいコーヒーが飲めてとても最高。コーヒーを飲んだ後は、ランチを予約していたお店に向かいます。2日目のランチは夏らしく川床のあるお店へ。この日も暑すぎて川床だと辛いということで、中で食事をすることになりました。デザートの時だけ川床に行くことになりました。熱中症の危険性から川床を案内しないお店も増えているそうです。今回のランチコースです。メインはお魚にしました。一品目はサーモンのマリネ。湯葉のチップスが添えられています。パンは2種類でおかわり OK。 右のパンはマスの卵が生地に煮込まれている変わり種系でした。2品目はかぼちゃのポタージュ、右上のスパイス入りクリームで味変ができました。メインの魚はスズキ、下には麦をサフランで炊いたものが敷かれていました。そして上にはまたしても湯葉をチップスにすると食感がとても楽しい。追加料金でタイに変更することもできました。外は暑いですが、せっかくなので川床に移動しました。デザートのココナッツとマンゴーのムース。川床での食事経験ができて、京都らしいランチができました。そしてタクシーで移動して龍安寺へ行きました。世界遺産にも登録されているからでしょうか、日本人よりも海外の方が多い印象でした。
受付を済まし、有名な庭園を見ます。もちろん御朱印もゲットしました。石庭は大人気だったので、人混みの中をさっと見た後は周りの自然で癒されに。しかし暑すぎて近くのカフェに逃げました。観光地なのにかき氷が500円でとても良心的。本当に癒されました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。